みんなおかえり、二宮和也です。今回は超話題のアパレル通販 SHEIN ついにやっちゃいます。何度もリクエストいただいたんですが、なかなかどうして40代でSHEIN無理とひたすらスルーしてきましたが、まあ何事もトライしてみなきゃわかりませんねってことで、チャレンジャー二宮買ってみました。全8点 16,691円分ということで、今回は初のSHEIN買ってみたガチレビューしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。今回ガチレビューということで、毎回ちゃんとガチでやってるんですけどもね。でも今回お久しぶりにこんな時代が起きております。買ってはみたもの、これ私とてもじゃないけど着られませんってやつ。その数全8点のうちなんと2点。まずはそちらからご紹介していきます。まずはこちらのショートパンツ。カラーはネイビー、サイズは S を購入しています。お値段がなんと1161円。もうこれはさ、金額的にも相当な賭け商品だったかなと思ってるんだけど、やっぱり予想通りの敗北でございます。まず何がダメって、ここよ、ここ構成がかなりまずくて、もう波打っちゃってるんだよね。ここわかる？これはね、もうね、隠しようがない、隠せない。いや、そもそもこのお値段で細部まで完璧であれなんては思ってはないんです。ただね、これはさすがに私個人的に履けるレベルではなかったです。基本的にこれ以外の商品も構成はお値段そうです。そこは先に言っときますね。それにSHEINは企画から発売までとんでもないスピードだと聞いているので、同じ商品でも個体差が実はすごそうだなと想像しています。もしそうだった場合、このショートパンツも外れが当たった可能性はゼロではないよね。どうでしょう。もし私が10代だったらこれでも履いちゃってたのかなと思うけど、来月41歳になる二宮にはさすがにしんどい。とはいえ、もちろんこうして履いてご紹介させていただいたので当たり前ですけど、返品とかはしませんよ。娘なら可愛く履いてくれるかなということで、まず失敗しちゃった1つ目はこちらのショートパンツでした。そして2つ目はこちら、トレンチベスト。こちらはね、商品難ありというよりは、私がどうにもこうにもかっこよく着こなせなかったもの。こちらはお値段2515円なんですが2500円よ。なのになんと裏地もちゃんとついてるし、これはなかなかちゃんとしてますねーと思った1枚。でも一番小さい S サイズでもかなり着られてる感が出ちゃうの。多分私の体型に合ってないのよね。私のおしゃれ偏差値がまだまだ低いせいかもしれませんが、とにかく着こなせなかった。乾杯。 S サイズでもこのゆとりなので、身長が高めの方の方が向いてるかなと思います。商品ページではミニ丈のシャツワンピースにロングブーツで合わせたコーディネートで紹介されていました。ということで、こちらも娘用にとっておきつつ、もし私がバッチリ着こなせそうなコーデが思いついたら今後紹介いたしますね。無理かなということで、まずは8点購入したうちの2点、こちらのショートパンツとトレンチベストはちょっと心配しちゃったアイテムでした。今回私は返品はしませんが、30日以内の返品は受け付けているということ。海外の通販だけどカスタマーサービスは割としっかりしているよという声も聞こえてきているので、気になる方はそのあたりもきちんと調べてからお買い物しましょう。さあ、お次に紹介するのはこちら、小花柄のワンピース。お値段なんと2000円。ベースカラーはブラック、ホワイトの小花柄があしらわれた巻き下丈のワンピースです。サイズは S サイズを選んで、153センチの私が履いて足首が隠れるぐらいの丈感です。袖部分も特徴的で、肩に少し膨らみを持たせたフレンチスリーブ、そして袖口はかなり長めにギャザーの入った部分が取られていて、クラシックな印象もあります。小柄さんに嬉しいのはハイウエストの位置で絞ってくれているので、だらんと見えすぎないところ。首周りはスタンドネックになっていて、裾に広がる A ラインが綺麗な1枚です。素材はポリエステル 100% で裏地はついていません。スケスケ感はありませんが、私は念のためペチコートを履いています。実は花柄のワンピはずっと探していた1枚で、これはいいかもと思ってポチッとしてみたら、これ割と良さげ。ワンピを購入したにもかかわらず、私はこれを1枚で着ることは想定していません。カジュアルなトップスと合わせてコーデがしたいと思って選んだ1枚です。まずは今季購入したマカフィーのコットンニットと合わせてみました。ショート丈のアウターなので、ワンピのハイウエストのシルエットを崩さずに合わせられるのがお気に入り。足元もブラックのコンバースと合わせて柄物だけどモノトーンでまとめてシックな印象に。でも地味にまとまりすぎないバランスも良き。そしてもちろんスウェットでも OK だよね。スウェットはカジュアル度を
急上昇させるアイテムなので、こういう時はあえてワンピの袖口をほんの少しだけスウェットの袖口から覗かせてあげてもいいかも。アクセサリーは甘めな印象のものよりもちょっとごつめな辛口なものを合わせると足し算引き算がしっかりできて、甘めコーデがちょっと苦手っていう方もトライしやすいバランスを作ってくれるよ。お次に購入してみたのはこちら、ハーフジップのニットです。素材がアクリル 100% で、手触りは正直あんまり良くないかなっていう感じです。肩はドロップショルダーになっていてオーバーサイズすぎる作りではないものの、ニット生地で落ち感が出るのでジャストサイズを選んだ方がいいかなと思います。そしてボトムスは先日の動画でご紹介したユニクロのストレッチダブルフェイスナロースカートでオールブラックでまとめてみました。ハーフジップはね、視線高めの位置にポイントを作ってくれるので小柄さんは使いやすいアイテムだと思うんだけど、わざわざこれを選ばなきゃいけない理由特になさそうかな。ただね、レビューでは20代前半あたりの方たちかな、これは可愛いっていうレビューもかなり多くありました。確かにトレンドのアイテムも、しかもニットアイテムで2000円とかだもんね。うまく活用させてあげられる人にはお得なお買い物かもしれません。お次はこちら、今回デニムも1本購入してみました。こちらのハイウエストジーンズ、これね、届いたのを見た時に結構これ入らないぞ私って思ったわけ。でもしっかりストレッチが効いているおかげで二宮無事に履けました。サイズは XS を選んで153センチの私が履いてこのぐらいの丈感です。もちろんお直しはしておりません。153センチの私が丈詰めなしで履けているので小柄さんにはちょっとおすすめできる一本です。これね、割と生地もしっかりしていてかなりストレッチも効いているので2000円って考えると結構お得感はあるかも。構成甘すぎでしょっていう感じはしないものの、やっぱり細かくステッチを見ていくとお値段なりという感じもしますが、普段着としてガシガシ履きたいっていう人にはまあありなのかな。とにかく私はこのサイズでビッチビチなのでトップスはちょっと緩めのものを合わせたいと思ってオーバーサイズのトップスと合わせてみました。デニムのカラー表記はブラックなのでそれに合わせてブラックをベースにしたコーデにしてみました。これだけシンプルなデニムならコーデの幅はかなり広いかなと思います。ただね、選択すると色落ち具合はどうだろうってことで、ちょっとこの後今回購入したアイテムも全て一回洗ってみて最後にお見せしますね。ちょっと私大丈夫これ、体操服で出てきちゃったおばさん。お次に購入してみたのはこちらのスウェットアイテム。なんとこれ上下セットで3000円以下の2点、セット売りなので上下別々で購入できるものではありません。いやー、これ街中で着られる勇気ないわーと思いつつ高性能 C だったから思わず買っちゃったっていうのはここだけの話。割と思ったより生地はしっかりしてます。パンツもトップスも裏起毛になっています。サイズは結構コンパクトめな作りなのでゆったり着たい場合はワンサイズ上げるのをおすすめ。ストレッチもあまり効いてる感じはしないのでサイズ選びが難しそうなアイテム。上下別々のサイズを選べるわけでもないし、ショートパンツがね短いのよ。でロングブーツと合わせて履いてもいいかなと思っていろいろ合わせてみたけどなんかちょっと無理ありました。スニーカーと合わせたけどこれ1コーデで紹介して大丈夫っていうね。カラーはホワイトですから超薄手なわけでもないので、とはいえこれだけ丈も短いのでもし外で着たいならインナーはマジ気をつけてっていう感じですが、すいません多分私これ部屋着になります。お次もスウェットアイテムです。こちらパンツのみ C の購入品です。153センチの私が XXS を履いてたるむことなく履けるサイズ感です。8色展開あったんだけど私はネイビーを選びました。こちらもうっすら裏起毛です。生地は割としっかりしているので一応ストレッチ素材は入っていると表記はあるんだけど伸縮性に関しては疑問が残る。なんかちょっと硬いんだよね。特に脱ぎ着するときに足首のところで引っかかっちゃうのよ。これ足のサイズが大きめの人だったらちょっと大変なんじゃないかなって思います。ただ逆にこういうスウェットタイプで伸縮性が抜群のものって形が崩れたりするじゃない。膝が出てきたり緩くなってきたり、逆にそういうことはないのかもしれないね。今
今回はこんな感じで割ときちんと感の出るシャツと合わせてみました。トップスをアウトにしていきたいんですよ。なぜならウエストの紐が白なんで、これが見えちゃうだけでめちゃくちゃカジュアルにしかならないっていうね。アウトにして着るならあくまでも下はスウェットなので、だらしなく見えないようにシャツアイテムと合わせるのが手っ取り早いかな。でも裾が絞られているタイプのボトムスで小柄さんがお直しなく履けるアイテムって貴重だと思うので、お気に入りのカラーが見つかれば1本持っておいても使えるアイテムかなと思います。さあ最後のアイテムはこちら、プリーツスカートです。カラーはブラック S サイズを選んでおります。153センチの私が履いてくるぶしがしっかり見えるくらいの丈感です。この商品だけじゃないんだけど、届いた時はやっぱりかなり密閉された状態で届いたので、かなりシワシワだったんですよ。ちょっと開封した時のシーンをここで挟んじゃおうかな。それではどうぞ。見て、ちゃんと一個一個袋に入ってる。って感じでね、今回ご紹介したアイテムは全て撮影前にスチーマーでシワを取ったんですよ。取ったつもりなんだけど、どうにもこうにもシワが伸びきらないところとかもありました。ただね、アイロンでびっちりプレスしたわけではなく、スチーマーを当てただけなので、そこはご参考まで。わかるかな？このプリーツがすごく甘いんですよ。しっかり形がついてないの。これね、実は商品ページで見ていた時からある程度予想がついていて、届いてみてこれやだっていうのはありません。で、生地に関しては正直今回購入したアイテムの中で一番いいと思う。素材は 80% がアセテート、 20% がビスコースで、シワに関しては多少なりとも避けられないかなという感じ。ブラックだし透け感はもちろん問題なしです。カラーはあともう一色カーキという色味がありました。気になる方はぜひ商品ページを見てみてください。あとね、ちょっとまたこれは個体差なのかなと思いつつ、要注意なところがサイドにジップがついてるんだけど、これがね、上がらないことはないんだけど、なんか力任せにやったら壊れちゃいそうなので、ここは要注意。ウエストはゴムとかは入っていないのですっきりと着られるし、今回購入したアイテムの中では一番大人でも使いやすいアイテムなのかなと思います。2300円だもんね。お値段を考えると、なかなかのクオリティな方なんじゃないかなと思います。ということで今回は話題のシーンで実際に私が購入してみたアイテムを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。結論を言いますと、正直リピート利用するかどうかは微妙なところです。でも案外ね、商品ページを見てたものとなんか全然違うものが届いたっていうものは一つもありませんでした。海外から発送なので到着まで心配していたものの、だいたい注文してから5日6日ぐらいで到着したし、2000円以上の購入で送料もかからない。何より今回どれを買ってみようか探すのが大変なぐらい商品数の展開が半端ないのよね。すごいわ。40代のおばちゃん目線で言わせていただくと、とにかく展開商品のテイストがバラバラすぎて、もう探すのが大変。たまにツッコミどころ満載なアイテムとかがあったりして、見てるだけでは楽しいっちゃ楽しいんだけどね。だからやっぱりトレンドのものをプチプラでゲットしたい、質より量が欲しいという方や、若い子に人気なのも名付ける感じがしました。割としっかり質の違いも分かってきている大人世代が利用するのであれば、アイテムをしっかり厳選することが大事かなと思います。ちょっとばかり外れでもいっかってぐらいに構えていられれば全然いいと思うしね。今回私が選んだアイテムって実は CE の中ではめちゃくちゃ激安なものに分類される価格帯じゃないはずなの。1000円以下のものとかたくさんあったからね。それでもやっぱり8点全部3000円以下だったので、ここに質まで求めるのは正直諦めた方がいいかな。なのでそのあたりを踏まえてトライしてみようかなと思った方は、概要欄に商品の URL を貼っておくのでチェックしてみてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、そして通知設定をしていってね。それでは皆さん、今日も明日も元気にいってらっしゃい。南田ございがお送りしました。またね。はい、一回洗ってみました。全体的に特に気になる縮みや色落ちはありませんでした。で、このデニムのみちょっと色落ちが怖かったので単体で洗いましたが、色落ちや縮みもありませんでした。こうニットも形が崩れることはなかったです。で、どこかがほつれたりということもありませんでした。ということで洗濯しても特に問題はなかったです。